皆さんこんにちは、なおこです。今日は私の好きな塩麹を使って混ぜるだけで美味しく食べられるお惣菜3つをご紹介いたします。自然食料理人にとってうまみを出すっていうのは永遠の課題なんですね。で、かたや化学調味料って素晴らしい味の組み立てがきちっとされていて誰でも美味しいって思えるこの化学調味料があるじゃないですか。でやっぱりその塩麹っていうのはその化学調味料に匹敵するほどのうまみがあって、でしかもこの食材にのせて焼いたり漬け込んだりすると食材自体の味を非常にたくさん引き出してくれるっていう優れものなんですよね。あと発酵調味料なので生きた酵素や発酵菌を体の中に取り入れられることも魅力です。では早速今日作るお料理は塩麹を使ったサーモンのお刺身、キャベツコールスロー、キムチ風きゅうりの漬物の3品を作っていきます。では麹に塩とお湯を混ぜていきます。この塩は少し甘めの韓国産の塩ですぐ溶けなくてもいいので、あえて大粒のクリスタルの塩を使ってます。もう自分の好きなお塩で大丈夫です。ここで発酵を助けるために水ではなく熱いお風呂ぐらい40度から50度ぐらいのお湯を入れて混ぜていきます。しっかり混ぜてください。ポイントは水に浸っている状態をキープすることです。麹はお湯を入れた直後水分を吸ってしまうので、その際は減った分のお湯を足してください。これが2週間経ったものでだいぶ滑らかになってきましたが、まだ少しざらついているのが見えますね。こちらは4週間経ったものです。ここまで滑らかになったら塩麹は完成です。ではまず塩麹を加熱していきます。発酵時にですね、どうしても空気中に浮遊するいろんな雑菌などを抱えて発酵してしまうので、まずそういった菌を殺すためです。で、沸騰させてしまうとその雑菌どころか全ての菌が死んで、風味自体も変わってしまうので、温度にして80度ぐらい、沸騰の直前で止めてください。材料はこちら。お刺身用サーモン、ネギ、ニンニク、ごま油、塩麹です。では早速切っていきましょう。これはリックというネギですが、しその葉や生姜やみょうがなど他の薬味でも、野菜でも美味しく作ることができます。次はサーモンを一口大に切っていきます。ポートランドってなかなか鮮度のいいお魚釣りにでも行かないと難しいんですけど、日本だったらね、もういろんなお魚が手に入ると思うので、好きなお刺身用のお魚で作ってください。で、麹は1杯半です。もう好みで大丈夫ですが、入れすぎるとやはり麹のうまみに食材が負けちゃうことがあるので、ちょっと控えめに入れてください。これで冷やしたら完成です。材料はこちら。キャベツ、お酢、唐辛子、胡椒、オリーブオイル、塩麹です。千切りキャベツはスライサーの出番です。最近のスライサーは切れ味が抜群なので、もう包丁で切る機会がだいぶ少なくなってきてます。綺麗ですね。次に調味料を入れていきます。お好みで例えば焼きしいたけ、ベーコンなどを加えてこってり作るのもいいと思います。調味料を入れたら潰さないように、逆に揉まないように優しく優しく混ぜたら完成です。材料はこちら。きゅうり、ごま油、ごま、唐辛子、にんにく、塩麹です。
でこれアメリカのきゅうりなので皮が硬いのでしましまに皮を切ってます。日本のきゅうりだったら材料は 2,3 本だと思います。真ん中の種もこれみずみずしくて種が大きいので切り落としちゃいますが、日本のきゅうりはそのまま召し上がってください。切ってジップロックバッグに入れたら、あとは調味料を順番に入れていきます。にんにくもね、もう控えめが良かったらもう全然お好みで調整してください。でごま油も入れすぎるとごま油、好きな人はいいと思うんですけどね、ちょっと気になる人は控えめでもいいと思います。最初にさっくり調味料が全体に行き渡るように振ったら、あとは手で揉んでいきます。で上に汁が上がってきたらもう完成間近です。空気を抜いて封を閉じたら30分ぐらい冷やせばしんなりと味もついて美味しく食べれます。いただきます。キャベツは食感がよくってマヨネーズを使っていないのにクリーミーで、サーモンはもう火の打ちどころがないぐらいちょうどいい塩梅で、味は西京味噌であえた感じによく似てるんですけど、甘ったるさがない分だけ非常に食べやすいです。きゅうりも食感がよくって味はキムチとナムルの間ぐらいで、30分しか寝かしてないのにその割には味がしっかりついてます。はい、どれもとっても美味しかったです。でこの共通していることは、これは普通の塩を使って作ったらここまでのやっぱりうまみは出なかったと思います。でこのコールスロー、きゅうり、サーモンも塩辛いわけじゃないし味が濃いわけでもないのにうまみがたくさんあるので、ご飯とも食べられるし、お酒のつまみとしても十分な味がついていて、これはやっぱり塩麹がなせる技なんだと思います。今私が持っているのは加熱した塩麹と加熱していない塩麹で、何が違うかというと、この生の食材と合わせる時は加熱した塩麹を、焼き鳥などこれから調理するものについては加熱していない塩麹を使ってください。で保存方法は密閉容器に入れて冷蔵庫で1年ほど持ちます。で長く持たせる時は時々混ぜてください。でこの便利な天然のうまみたっぷりの塩麹を使っていろいろなお料理を作ってみてはいかがでしょうか。それではまた。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。